どうもこっちです。今日はね、12月1日からアニメが Netflix で先行公開されるジョジョ6部について語りたいなと思います。自分はね、アイズ・オブ・ヘブンでよく語るんですけど、このジョジョ6部、ストーン・オーシャン。ちなみにこれはクリアファイルです。かっこいいでしょ、これ。6部ってなんかね、虹の使い方とかすごい好きで、自分いろんな意味で大好きです。それは置いといて、自分がね、ジョジョ6部のアニメ化において一番楽しみにしてることとかをちょっと語りたいなと思います。まずね、自分ジョジョ6部の大好きなところは、SF プラスオカルトじみた戦いがめちゃくちゃ多いんですよ。アニメで初めて見るって方のためにネタバレはなるべく控えるんですけど、例えば重力がゼロになったから真空状態になる、じゃあどう戦うかとか、風水で大凶の方角に攻撃するとめちゃくちゃダメージ食らう、じゃあどう戦うかみたいなね、なんかそんな感じでね、オカルトじみた超常現象とそれにね、どうその科学の知識を生かして戦うかみたいな戦いがすごくて、個人的に大好きなんですよ。なんか自分よく思うのが、なんかね、伝次郎先生の科学実験みたいなオチの戦い方がすごく多くて、人によっては好き嫌いが分かるのはちょっと分かるんですけど、自分はすごく好きなんですよ。で、もちろんね、主人公のジョリーンっていうキャラクターがいかに強くなっていくか。で、もうひどい目に遭いまくるんですよ、とにかく。でも、やっぱりお父さんだったりとか、友達を助けるために、すごい頑張る姿にやっぱり、自分はね、6部は惚れたので、マジで大好きなんですよ。自分がね、とにかくジョジョ6部がアニメ化するにあたって、こうなったらいいなっていうのを語りたいと思います。自分がまず、6部はね、先日言った通り、科学の知識とかをね、結構使う戦いが多いんですよ。漫画で読むとね、結構説明が多かったので、実際のところ頭をすごく使ったんですよね。自分もジョジョ6部が好きになったのは、2週読んでみてようやく内容が理解できたから、1週目じゃちょっとね、理解が追いつかなかったので正直なところね。で、読めば読むほど、なんかこの戦い面白いなとか、あと、最後のあのシーンってああいう意味だったんだなみたいなのをね、自分の中で言語化できたので、そういう意味でね、結構ね、文字が多いんですよ、6部って。漫画として読むと。なので、アニメ化にあたってその辺の説明が結構スッキリするんじゃないかなっていうのを結構期待してます。映像でね、分かりやすくなる戦いがすごく多いと思うので、自分はそこにすごく期待してます。あと、もう一個自分がすごく期待してるのは、アニオリ要素ですね。皆さん、ジョジョ6部のアニメのオープニングの映像見ました？ワーナーブラザーズの公式チャンネルさんで見れるんですけど、すごくね、ポップで明るくて、で、元気が出るというか、なんか、これから波乱万丈の学園生活でも始まるのかなみたいな、そういう感じのノリのオープニングでね、すごいワクワクするんですけど、結構内容はドロドロしてるんですよね、6部って。結構ね、重い展開が多くて、で、自分がね、その重さが大好きなんですけど、アニメのオープニングのね、明るい感じを見た感じ、多少はアニオリ要素が入るんじゃないかなと。囚人たちの掛け合いだったりとか、エルメースとフーファイターズっていうジョリーンの友達になるね、キャラクターが2人出てきて、他にもね、いっぱい仲間キャラが出てくるんですけど、その人たちとの交友だったりとか日常風景っていうのの描写がちょっと増えると明るさが増すのかなって思います。ジョジョ6部はね、すごくギャグシーンが少ないんですよ、個人的に。終盤のね、とあるキャラクターがね、婚約指輪をジョリーンに渡そうとして、ジョリーンが寝ぼけたままそれを投げちゃって、ワニにぶつけちゃうみたいなね、そういうちょっとしたギャグシーンは結構あるんですけど、なかなかね、終盤になってくると重い展開が多くて、ギャグシーンが少なくなってくるので、アニメ化にあたってね、そういう、ちょっと明るい描写も増えるのかなっていう風に、個人的にね、オープニングのすごくポップでキャッチーで明るい感じを見たところを自分はちょっと思ったので、それにちょっと期待してますね。あとやっぱり自分が期待したいのはラストバトルですね。ラストバトルが大好きすぎて自分は、ネタバレは控えるんですけど、すごくアニメ映えすると思います。有名なのだと多分ジョジョをあんまり知らない方でも3部のザワールドって言って、多分どっかで聞いたことあると思うんですけど、時間が止まるみたいなね、そんな感じの能力があるんですけど、時間が止まった描写ってやっぱりアニメ映えすごいしたんですよ。で4部でもね、時間が巻き戻るっていう能力があったりとか、あと5部でもね、時間が飛ぶっていう能力があって、アニメっていうのは時間に合わせて映像が移り変わるじゃないですか。だからすごくね、個人的にアニメになってから描写が、そのすんなりと素直に分かりやすくなったと思うし、実際にね、漫画とは違ったアニメならではの表現。ていうか今気づいた、これ。47巻と48巻逆だった。とにかくね、時間が飛ぶ描写っていうのは、やっぱり時間に沿って絵が動くアニメならではの、映し方ができてて、そこがすごく漫画とは違った面白さもあったので、もちろん漫画はね、最高なんですよ。最高なんだけど、またそれとは違ったね、面白さがあって、
やっぱ6部のね、最終決戦もそれにすごく期待したいですね。だからラストバトルは本当にアニメ映えするんじゃないかなと思います。まあそんな感じかな。で、ちょっとね、6部のアニメのその感想動画みたいなのも、出していきたいなと思うのでね、ぜひチャンネル登録していただけると助かります。1000に行ったらね、コミュニティ機能が開放されたりとか、あといろんなことができるので、何にせよね、6部のアニメはすごく楽しみです。ここでとりあえず一旦動画終わります。バイバイ。皆さんもぜひ、Netflix に入って6部を見てください。それかね、入りづらいよって方は1月7日のね、本放送をぜひ、見ましょうということで終わります。